今の話を聞きたい方は概要欄の青い数値をタップしてお好きな話題にジャンプしてください。これは動かない動画ですよ。はい。ですね、この週刊少年トランスっていうこの黒い手作り感あふれるロゴがついてるやつは動かない動画というかネットラジオですね。ジャンプの話をするっていうのを一応お題目にしているネットラジオでございまして、それはちょっと改めて本来オープニングとしている、半分ぐらい経ってからですけど、本来オープニングとしている時間で、その説明をするんですけど、多分目次で言うとWJ 何十何号とか29とかかな、今週はになっているところでその改めての説明をすると思います。今週はですね、もしかすると初めましていねえか別によく考えたら初めましてっていう方はこっからはこれだな。多分前回の動画とかで初めましてとかの人が多少流れ込んだりしてくれたりした。前回っていうか前々回のだから前回の週刊少年トランスねのところにこれの1個前に投稿されたいつもは普段やんないような感じの動く動画のところからちょっと流れ込んで多少初めましての方と出会えたりもしたのかなっていう感じがしたんですけどね。おかげさまで本当にありがとうございました。高評価なんかもね、いやーね、押してくれる人がいるんだなって嬉しい感じでした。誰なの？今この中にもいるんだろう？ありがとな。コメントはなんか初めましての方かもしれないね。ちょっとね。いずれにしてももしかしたら新しく登録してくれた、最近登録してくれた方がもしかしたらコメント欄に今いてくれたりしたとかなのかな。何なんでしょうね。何にせよありがとうございますです。でもさ、再生数とかインプレッションとかにさ、なんでそんなに差がつくのかがよくわかんないんですけど、サムネがちょっとYouTube 前としたね、僕はあんまり好きではない感じのサムネになってるから、こういう感じのサムネにした方が再生してもらえるっていうこともあんのかなとも思うんですけど、あとタイトルのところでちょっとね、早いものに乗っかってるっていうのはいつもと違うところか。でも、どうだろうね、そんなにね、別に、YouTube で再生するときってタイトルで判断するか、普通は。そうか。なのかな。あともう一個もしかしたらこういうところが今までダメでその1個前に投稿した全然関係ない動画の時にいつもと違くなったから再生してもらいやすくなったっていう一因なのかなっていうところは再生時間ですよね。いつも平気で1時間まではさすがにいかないものの小1時間ぐらいは画面が動きもしないのに独り言を喋り続けていいものだと僕は思っている節ありますからね、それが長すぎたのかなっていう、それの半分とかかな、ちょっとね、30分も20分少々ぐらいのサイズので投稿したら高評価とかもらえたから、だからこの 4件の高評価はいつもお前投げぞっていうことなのか。でもだったらさ、別に20分だけ聞いてやめてくれる、20分だけ聞いて高評価をしてやめてくれていいんだよてかサイズから言えばさ、大体同じなんだよ。1個前でガンダムの話をする動画を投稿したんだけど、それもガンダムの話をするっていうタイトルだけ一応つけながら、別に何も喋ってないですよ。何にも中身のない雑談をずっと独り言をね、いつものようにやってるだけでして、でこの週刊少年トランスも基本的にはジャンプの話をし始めるまでは全く中身のない雑談をするというのが、結構20分とかいつも、それよりもちょい短いぐらいかな。短すぎたか。俺もっと喋った方がいいかその中身とかに関しては映像がついてるっていうだけであって別にいつもと大して変わりはしないのになーって思うのに、なんかね、インプレッションとか、高評価もらえたりとかが違ってきたりしたんで、長すぎたのかなとか、あと俺は別にこれから喋りたいっていう理由が一番で長くなっちゃってるから、俺が喋りたい以上はこれからも長くなるんですよ。なんだけど別にどうしても長くしなきゃいけないわけではないよなっていうことをね、思い出したの。思い出したってことはつい最近まで忘れてたのなんかあれ40分かちょっと短いからもうちょい喋るかとかっていう感覚がねちょっとあっただから今週はもう短めにしますなんて言ってたのにねっていう予感がね今からビシビシ僕には伝わってくるんですけど、どうですか皆さんは。もうこれね投稿されてる状態で知ってるわけでしょ。今回何分あるんでしょうね。ちょっとコメント欄で教えていただければ。僕には届かないんです。これ撮ってる僕には届かないんですけれども一番に言いたいのはとにかく1個前の機動戦士ガンダムジークアークスの話をするっていう体でいつものように全く中身のない独り言をずっと喋り続けるっていう動画に高評価をくれた方とか、コメントをくれた方本当にありがとうございましたということですね。あとはそれによってチャンネル登録が増えたりとかはしてないですね。それはね。でもそうチャンネル登録はさ、そういう新しい試みをさ全くしてない時期でさ、急にさお二人もさ加わってくれた方がいたわけじゃん。ありがとうございますね。その前にしてくれててまだ外さないでおいてね。今回みたいなのもやりますし、また違う形式のね新しいのもね投稿されたらいいなと、
祈りを捧げているところでございますので、よろしくお願いしますので、とりあえずまずありがとうございましたっていう話と、で、そう、今の言った祈りですよ。祈りが届いたっていうことなんですね。今回の週刊少年トランス以外の動画が投稿されたのは。普段やらない形式だから、どんなことをすれば、もう本当に、今まずできることをやろうっていう手を動かす段階のところからもう一歩目から分かんないから、どんなことをすれば動画が投稿されるのかっていうことは僕にはもう全く誰にもですよね。誰にも計り知れないことなんですね。動画の編集自体はしないって決めてたものの、字幕をつけるっていうのも当てがないんですよ。ここでこういう風に字幕で演出をして効果音をつけて、でこのぐらいのサイズにして、でこういう話の理解でっていうのが一切何にもなく、とりあえずカメラだけスイッチオンして喋ってみてるだけのところから始めてるんで、喋り終えちゃったらあとはもう僕はもうひたすら祈りを捧げて、なんか投稿される形になんねえかなって1週間ぐらい祈ったら投稿されましてですね。だからもう一個のやつも祈りを捧げたいなっていうところで、あと一旦ちょっと話それるね。その祈りを捧げるっていうところから、今週短めにしようと思ってるっていうところにつなげるつもりだったんだけど、もう一個の祈りがありましたね。これ目次つけるつもりないから、新しくチャンネル登録してくれた人さ、てか俺はトム・クルーズかなーと睨んでるんだけれども、に向けて喋る話だほぼ指針だから、その人ここまで残ってくれてるかな、結構長くなっちゃったらここまで、頑張ってね、聞いてくれてると思いますよ。登録してくれたばっかりですさ。トム・クルーズの話ですよ。トム・クルーズの映画をせっかくトム・クルーズが登録してくれたっぽいから、今まで見てなかったものいっぱいあるじゃないか、見てみようじゃないかということになりましてですね、まずはトップガンとトップガンマーヴェリック、そんな定番のやつも見てなかったのかっていうのを、見たいなって言って、それ見るところまではいけるでしょう。あとは感想を喋れる状態になるかどうかに関しては喋れたらいいなっていう祈りを捧げるほかありませんねなんていうことを言って1週間経って見てなかったっていうことがあったんですけど、その後もね諦めませんでした。粘り強く祈りを捧げましたところ、なんとね祈りが通じましてトップガンマーヴェリックの話をしたくなりました。いいですか、クルーズさん今再生してくれてるクルーズさん、トップガンマーヴェリックね非常に素晴らしかったです。面白かったですっていうことを伝えたいんで、ある程度のところまで説明したら、クルーズさんお帰りいただいて大丈夫ですよっていう挨拶をしますね。例えばさ、ミッションインポッシブルにしてもファイナルレコーディングでめっちゃすごい水中のシーンっていうのがあって、すごい大掛かりな作り方を、したらしいんですけれども、でそれってね、水中でのシーンって何個か前にもうミッションインポッシブルでもう一回やってるんですよ。なのにやるっていうのは、クルーズさん的にはあの時相当頑張ったけど一回やったからこそ、もっと極限まで俺いけるなっていう感触があったんですって。でまだできることあるってなると、もう自分のマックスまでクオリティ高めた映画を作りたいってなっちゃうんです。そうなんでしょ、クルーズさんね。ということでそれに挑み続ける人がクルーズさんということですよ。なんかね、ミッションインポッシブルの他にもあった気がするな。ちょっと覚えてないけど、でも2とかの冒頭でさ、あんまり本筋に絡まずクライミングやってるのを結構後の方ででっかいビルを登るやつとかになるとちゃんと必要な場面でやってたりするとか、そういう結構再挑戦がミッションインポッシブルシリーズ通しで見るとあるんですよね。で2回目やった時には必ず前を上回って1個目の方を見た時にもうびっくりしたのに、同じ系統の2回目やった時にはさすが超えてきたってなるのがクルーズさんなんですけれども、それがトップガンとトップガンマーヴェリックだとこの2作だけで見比べられて、しかも間がすごく年数空いてるので、もうそれがちゃんと伝わってくる。なるほど、よくぞ成し遂げましたクルーズさんという感じがしました。でこの話改めてトップガンマーヴェリック、ハッシュタグトップガンマーヴェリックとか、ハッシュタグトム・クルーズでスペース開けてはやっぱりすごいみたいな、なんか目次の付け方とかする喋り方にしないことにして、目次は付けないってさっきも言いましたけれども、にした理由がなんでかっていうと、具体的にクルーズさんのどういう挑戦がどういう効果をもたらして臨場感を生み出しているのか醸しているのかみたいなことはねちょっと分かんなかったんですよ。でも何にも分かんない俺に伝わるっていうのもさすごい話じゃない。だから本当に純粋な感想としてすごかったですよっていうのを伝えたくて、でそのためにもねやっぱね昔のトップガンと見比べてみるとすごいと思う。でもいきなりのマーヴェリックだけ見てもそこそこ普通に面白いとは思うんだけど、ストーリー的なね過去の因縁からみたいなのも含めて一応トップガン長さ的にもコンパクトだと思いますし、ファイナルレコーディング長すぎるって言ってるわけじゃないからね、クルーズさんごめんなさいね。ファイナルレコーディングあれはあれでファイナルのゴージャスな
なんかね、贅沢な時間を過ごさせてもらったっていうふうに楽しみましたけれども、トップガンはね、劇場で見たらすごかったんだなとは思いつつも、でもさ、当時みんなさ、IMAX であれをさ、みんなで見に行ったわけでしょ。みんなでみんなで一列になって見に行ったわけ。先頭の人だけ後ろ側向いて笛吹きながら見に行って、IMAX の劇場に入ったら、ててんてんててててんって IMAX のシアターがぐにゃんぐにゃん揺れてみんなで見に行ったわけでしょ。何これ、機嫌いいじゃん。そう。で、IMAX で見ちゃった人はさ、いや、あれはね、IMAX の上映とか、上映環境とか、いろいろ相まってね、当時話題になったこととかも相まって、ド迫力を体感できたよねっていう、自分にどのぐらい思い出補正がかかっちゃってるかをちょっと計算しきれなくなってる人もね、中にはいるんじゃないかなと思うんですよ。そこへ行くとね、僕はね、つい最近、スマホで見てっから、スマホで、アマプラで見ただけだから、それなのに、なんていうんだろう、G 感じたからね、トップガンマーヴェリックは。それほどすごかったっていうことです。そのためには多分、そのクルーズさんが体張って実際に戦闘機だからクルーズさんの指導のもとにその若手の俳優さんたちもみんな乗って G 感じてるってことだからね、によって作り出される映像ならではっていうところもあったりするんじゃないかなと思うんですよ。ということで本当にいいもの見させてもらいました。クルーズさんありがとうございました。はい、本日のゲストトム・クルーズさんでしたけれども、ですね、だからぶっちゃけ本当に体張る必要があるのかどうかっていうのはね、ちょっと俺分かんないんですよね。もう帰ったよね、大丈夫ですよね。戸田さんちゃんと返してくださいよ、クルーズさんをね。戸田夏子さん、トム・クルーズさんをちゃんとね連れて帰ってください。巣に帰ってください。戸田夏子さんの巣にトム・クルーズを連れて帰ってください。もういい加減にしてくださいね。もうここからは正直な話をしますから、面白いのはめっちゃ面白くて、臨場感も半端ねえってすげえって思ったんだけど、多分その撮り方とか編集とかそういう演出のクオリティがやっぱりブラッシュアップされてるっていうところもあるだろうなって感じちゃったんですよね。どのぐらい体張ることが必要なのかっていうのは俺ちょっと分かんなくて、これ人によると思うんだけど、そこがちゃんと敏感に感じ取れる人はやっぱりもうここまでの本物思考で作ってくれてる映画っていうのはな、トム・クルーズ映画じゃないとないからな、やっぱり映画ってトム・クルーズなんだよなってなるぐらいの人も全然いておかしくないとは思うんですが、僕はそれよりは体張るとかが多少少なめになっちゃったとしても演出をそこそこちゃんとやっていて、でその上でストーリーとかの部分でさ、やっぱりどっかの国が核開発をしてるから問答無用でアメリカ軍が爆撃しに行こうっていうストーリーなんですよ。ね、それはちょっとっていうのがやっぱり全く気にならないわけだから、そこをね気にならないように見せてくれる工夫はすごくやっぱそこら辺はね、やっぱクルーズさんは真面目なちゃんと人だからやってくれてるんだろうなと思うんですけれども、でもほらなんていうのかな、コンセプトとしてドッグファイトっていうアクションシーンがやりたいんだろうけども、戦争を取り扱ってる必要はなくてもいいっていうか、だからもう全部架空のファンタジーな設定にしちゃって、飛行機でビュンビュン飛び回る謎のスポーツみたいなものだとかね、でもいいわけで、そしたらでも設定がファンタジーになっちゃうから、やっぱその本物志向のクルーズのやり方とは違うし、実際それは俺もそう思う。設定ファンタジーになっちゃうのは俺も違うと思うんだけど、だからなんていうの、そういう系のスポーツとかあるじゃん。なんかレッドブルとかがさスポンサーやってるさ、そういうスポーツとかあるじゃん、飛行機のレースみたいなとかの、トム・クルーズ主演の映画だったら俺はもっと好きになったかもしれないっていうのが若干ね、見てしばらく時間経ってからってちょっと思い返したりするポイントではあったんですね。見てる最中はもう全然夢中になっちゃって、もう見ながら俺スマホでも G 感じるから全然夢中になって気にならなかったんですけれども、そこはもうさすが引きつけるものを作ってくれてるなクルーズさんという感じはしたんですけれども、ただこれの単純になんか乗り物のスポーツのバージョンみたいなのがあったとしたら、アクションシーンがそこまで実際に乗り物に乗って G 感じましたっていう本物志向になってない部分があったとしても文句はないし、どっちかっていうとそういう映画の方が僕は見たいかなというところに、もうすぐ公開なのがですね F1 という映画でして、ね、これが主演がトム・クルーズじゃないんですね。なので実際にはトム・クルーズさんが普段やるような映画ほどはがっつり乗り込んだりとかっていうのはそこまではしてないっていうような、なんかインタビュー記事とかもちょこちょこ見かけたりした気がします。って言ってもそんじょそこらの映画よりは同じチームで作る
るから、本物寄りにやるんだとは思うんですけども、監督はそのトップガンマーヴェリックと同じ人がやって、で、その主演がブラピなんですね。もう帰ってくれたよね。俺どっちかというとブラピの方が好きでさ、だから、正直 F1 が楽しみっていう気持ちに今なっております。ただ全然トップガンマーヴェリックもまた IMAX で再上映みたいなイベント的な1週間だけやりますみたいな機会があったら、それはもう絶対逃さず見に行きたいなというふうには思いました。今日俺本当に始めるときはもう全部ジャンプの話もトータルで含めて、ジャンプも新年祭始まったから、新年祭と最終回のやつがあるんだから、もうそれだけ拾うぐらいの感じにして、トータルで20分台で動画終わらせたいなーって思ってたんだよ。まだ俺今週スティッチ見てきたからその話もあるからね。じゃあスティッチの話してジャンプの話行くかって思ったけど、俺多分トップガンの話し始める前に一旦横道取れるねって宣言してるんだよね。何の話しようとしてたんだっけ。祈りがそうだから動画を短くしたいっていうのは短い方がいいとまでは言わないものの、どうしても長くする必要はないんだよなっていうことを思い出したということもあったんですが、それ以外にもですね、今回すでに投稿したそのいつもとちょっと違う形式の動画みたいなのとは別に、またさらにもう一つ違う形式の、これまでも何度かやってるような、やつのちょっと準備をしてたりして、準備をしてるっていうか、6月中になんか投稿されたらいいなっていう祈りを捧げているところでして、ちょっとね、その祈りに時間を使いたいので、今週は、だからね、そういえば、なんで火曜日になってるかどうかの話もしてないです。それは理由ないです。そういうことがあります、僕は。はい。なんか寝ちゃってて気づいたら。寝ちゃったりしてるから、祈れてないんだよね。祈りたいなと思って。なんで、早めに切り上げて、今日は帰るつもりだったんですが、これからスティッチの話を、スティッチの話も大してないから、短めにしますけどね。じゃあ、必要経費のコーナー。このコーナーは、毎週ジャンプの話をするにあたって少しでも早く過去のジャンプ作品も読破するべきである私セラピー100連発が今週そのための金銭的時間的経費を避けないほど見る必要があったものなどなどを紹介するコーナーでございます。今週映画館で見たものでね、リロ&スティッチですね。確かタイトルはね、実写版じゃねえんだよ多分、実写リメイク版っていうか、リメイク版で結果的に実写の形式をとっていると言ってもいいぐらいかも。これまでにディズニーのいろんな往年の名作を順番に実写化していくみたいなのは、プリンセスもそうだし、それ以降多分、スティッチの話するんだな。配信でダンボ見るべきだったな。なんかダンボと位置づけ近いらしい。ダンボもそういうなんか実写リメイクやってて、今回のリロ&スティッチもまた実写と CG の組み合わせでやったっていうのはそれの一環みたいなことなんですけれども、というよりはね、どっちかっていうとね、なんかね、結構話っていうか、なんか再構成っていう感じだったのかな。で、なんかより今っぽくしてるっていう方向性だったと思うんですよ。で、僕ね、リロ&スティッチって存在は知ってるけど、ちゃんと見たこと一回もなくて、別に今回映画化、実写版になったから、それを見に行くためにっていうつもりでもなく、今回映画館に見に行くかどうかも決めてなかったんだけど、何気なく行こうかなっていう感じになってから、ディズニープラスでですね、これまでの、最初のリロ&スティッチと、そこから連なるシリーズが意外と結構あったりなんかして、テレビシリーズとかもあるから、そこまではちょっと追えなかったんだけど、一応映画の形式になってるものは、テレビ映画的なやつとか DVD だけで出たやつとかも含めて多分全部見たんですよ。で、俺このミスを結構やっちゃいがちなんだけど、究極の遅まきですよね。リメイク版がとか、続編がとか映画館で公開されるときに、予習復習のつもりで、元のやつとか古いやつを、見て、そっちにはまりすぎちゃって新しいのが受け付けなくなっちゃうっていうパターンのミスをね、久しぶりにやりました。今更初めて見てハマった俺でもそうなんだから、これスティッチってさ、なんか結構思い入れある人多いイメージじゃん？違う？俺はそうだと思ってんだけどの人とかもそれから公開された当時にドンピシャで子供の頃で見た人とかは今回のどう受け止めたんだろうなって。でもそれも結構人によるのかなって。思い入れあっても自分が思い入れあった部分はそのまま残ってるっていう人もいれば、
いやここ変えてほしくなかったのにっていうところをがっつり変えられちゃった人とかもいるんじゃないかなっていうふうに僕は思ったんですよね。で僕もね全部が全部っていうわけではなくて、これ予告編とか見てるだけでもさ、そのスティッチそのもののビジュアルとかはなかなか外してないよなっていうふうには思ってたんです。多分それは大丈夫だよね。もしかしたらそれもいやこんなんはスティッチじゃないって思う人もいたのかもしれないけど、でも多分昔もっと技術が足りてない時に強引に実写化なんかしようとしてたもんなら、もうそこで大失敗しちゃうタイプの、原作ってことだと思うんですよ、リロ&スティッチは。だから今ここまで CG の技術が追いついたんだなっていう、それだけじゃないかもしれない。他にもCG だけじゃなくいろんなことが相まってるのかもしれないけど、一番大事なそのメインのマスコットというかクリーチャーというか、その実写の中に登場させるのが難しい生き物を、そして主人公をちゃんとアニメのイメージそのままに3次元の映像に起こしてるっていうところに関してはうまくいってるんだろうなと思うんですけれども、それに関しては全く改めてリロ&スティッチ昔のアニメを見てみたりする前はなんかちゃんとクオリティ高くなってるのはすげえなって思ってたんですよ。ただね最初のリロ&スティッチアニメを見てみると僕最初どこに一番感動したってね、やっぱねスティッチよりねリロなんだよね。リロが本当にいいキャラですっげえ可愛くて、あとなんか悪が強いという、悪い子っぷりも、悪い子って言っちゃうのは本当はこれは厳密じゃないです。いろいろ事情があってちょっと混乱してる子供で周りもちょっと急な出来事があって本人がちょっと不安定になってたりするから、それに対応しきれてないみたいな多分設定なんだと思うんですけれども、そこら辺のキャラ造形とかも強烈なんだよね。リロのお友達に対する暴力の描写とかもなかなか強烈に暴力を振るっててですね。っていうのはさっきダンボの話をとましたけど、ダンボもリロ&スティッチもその近い位置づけで歴史の中で語られるらしいっていうのは、ちょっとディズニーが調子悪かったりするときにもうじゃあ逆に冒険しちゃったやつ公開しちゃうかっていうのであえて出したぐらいのチャレンジングな一作としてのリロ&スティッチっていうのがあるんですって。だからやっぱね一番ディズニーの中で王道とされるようなプリンセスのラインからはこの主人公出てこないわなっていう強烈さがあって、もうリロ&スティッチハマっちゃうとね、やっぱアナ雪とかモアナとかでも、俺モアナ大好きだけどちょっと物足りなく感じるぐらいかもしれない。多分プリンセスがここまでのことをやってる描写しちゃったら、その後スティッチと出会って、心の交流を経て成長してっていう話を描きたいんだとしても、ちょっと悪いことして描かれすぎちゃってるよねってなるぐらいの、なんかそこもね僕はねまた好みなんですね。本当にしょっちゅうこの話をしますけれども、トレインスポッティング系統ですよね。トレインスポッティングを見てる時のなんか居心地の良さに通ずるものがリロ&スティッチにはありまして、あと俺がよくこの時にシャツを出すの好きなハスラーズとかジャージーモーイスとか、あとなんだっけな、あと最近思い出したので言うとジョジョの4部とか、あと木更津キャッツアイズとか、なんかそういうね結構ダメなところ多い人たちが主人公の群像劇の居心地の良さみたいなのをちょっと感じちゃってですね、ジャンバとかも結構そもそも悪い人だよなってなるし、あとプリークリも結構めちゃくちゃしてるよなっていうのもあるんですよ。でそこら辺に関して今回実写化で向き合ってたのでっていうところの話を一旦後に回してですね、なんか僕の好みとして結構ダメな、人たちが集まってる中に悪ガキな主人公がいてっていうところで思い出すのがですね、ジャンプの話に強引に結びつけるならばサチロクですね。サチロクを読んでる時の感覚が一番近かったですね。特にリロ&スティッチの前半、そのためのもう一個の重要な要素として悪いガキであるということと、もう一個見た目なんですよ。すっごいちっちゃいんですよ。僕これがねどうしてもね実写画だと多分設定上ストーリーで触れられているリロの年齢からして現実に3次元でこのぐらいの年の子供はここまではちっちゃくないよなっていうのがなんとなく想像できちゃったんで、いやこれ実写化されると違うかもなっていう風に思って、そこ引っかかりながら見に行ったっていうのがありました。このリロのちっちゃさのニュアンスに関してはリロ&スティッチを見なくてもサチロク読んでいただければ、サチロクの方がむしろそれ分かります。とにかくちっちゃくて可愛くて、それだけでなんか見てて泣きそうになるんですよ。ちょっと待って、サチロクが今まだ読めるか確認してみますね。割とつい最近完結しちゃったんですけれども、まだ多分ジャンププラスのアプリで初めて読む人は、
初回無料で全部読むことができます。サチの目視録っていうね、で、サチもリロと、ちょっとネタバレしてごめんなさいね、かなり近い境遇で、親御さんを亡くしてっていう、そういう子供で、異界からやってきたお目付け役の大人たちがいるんだけど、こいつらも結構ダメで、なんだけど、みんなでこう力を合わせて共同生活しながら少しずつ成長していくっていう感じが、リロ&スティッチの場合はやってくるのは、スティッチのお目付け役っていう間にそのスティッチが挟まる形になりますけれども、だからリロとスティッチを合わせた感じかな、サチは。っていうのがおすすめなんですけれども、その小ささがちっちゃくて可愛い、なんか、ちゃんと幸せになってほしい、誰かに守られててほしいって思う感じが、実写版でどう表現できるのかなって思ったんですけれども、なんかね、見てみたらね、そこはね、なんか見事に再解釈、再構成できてたっていうか、子役のこのうまいっていう感じでもないのかな、なんかとにかく良くて、なんかそれは全く別の魅力として、そこに実際にいる子供な感じがして、それはそれで僕は実際見てみたら、そこに関しては文句なかったところなんですよ。で、人によってはそこも3次元になった時点で引っかかるという人もいるかもしれないんですけど、僕はそこは割となんか別物としていいものを見せられてるっていう風に感じたんですけれども、じゃあどの部分でそのアニメの方が良かったなって思ったかと言いますと、さっきちらっと触れましたけど、ジャンバというスティッチを作った、悪の天才科学者がいまして、悪の天才科学者でスティッチのことを破壊兵器のつもりでそもそも作ってるんで、そもそも悪い人なんですよ。で、そもそも悪い人であるっていうことに関して別に原作ではその償ったりとかは多分そんなにしてないんじゃないかな。なんかなーなーな感じになっててで、その後のシリーズとか見てもね、悪の天才科学者って名乗りながらなんかお人よしで、すぐ情に流されちゃうっていう逆的に描かれてたから、これもね、サチ力読んでる時のノリに俺が近い気持ちになっちゃってたのがあったのかな。ギャグ漫画、ギャグアニメ、コメディアニメだとしたら全然許せるっていうなーなーっぷり。これもでも人によるかな。で、確かにそれを実写映画の中にしちゃったらいくらコメディでもさすがにお前ってなるぐらい普通にそもそもは悪い人っていうところなんで、今回の実写映画でがっつり悪役としての活動がメインになって、そのリロたちの家にやってきて一緒に楽しそうに暮らしてる感じとかが全くなくなっちゃったんで、それはしょうがないことではあるんですけれども、ただ僕にとってのリロ&スティッチはそこが失われてしまうともう別物だよなっていう風に感じちゃったんですよね。そこがだってね、俺多分今回映画館に見に行く前の1週間以内とかにその過去シリーズを全部見てるんですよ。それでもこのぐらいになっちゃったからね。その上で実写版でリメイクするとしたら、そうやってやるのが正しいわなっていうことずくめなんで、そのリロの感じもそうだったし、ジャンバを改めてちゃんと悪役としてちゃんと反省させるところまで描くっていうのもそうするのが正しいわなって思うんで、なんか別に文句もつけられないんですよね。強いて言えば無理やりにこの気持ちを文句の形にするならばリメイクはする必要なかったっていうぐらいことになると思うんですけど、でもこれ多分ね、あながち間違ってなくてね、もともと子供の頃にリロ&スティッチ好きだったっていうので思い入れがある人が、今回の実写版見てなんか違ったって思うとしたら、それは多分リメイクはしないでほしかったっていうところに尽きると思うんですよね。リメイクすることが先にもうありきになっちゃった場合は、リメイクの仕方としてはほぼ間違ってるところ何もないと思います、僕は。ただあとはなんだろうね、やっぱ一番刺さるのは多分子供の頃にリロ&スティッチ見てて、今人の親になって、別のキャラクターに感情移入できるようになったっていう人の立場だと思うから、でそういう人は多分僕とすごく同世代とか、なんなら同い年とか下手したら年下とかにたくさんいる、今ちょうどたくさんいるってことなんだろうなと思うから、なんで自分だけ大人になれなかったんだろうっていうふうにすごく反省するところでもありますがだから途中結構これ多分子育てあるあるだったりするんだろうなとか、これをちゃんと耐えられるようになったり許せたりするようにしないと人の親にはなれないんだろうなっていう場面とかが結構あったりしたから、そのリロとスティッチが楽しそうにいたずらっぽいことをして遊んでる場面とかも、その後お姉ちゃんがそれによってどんな刺激的な目に遭うかを想像できちゃうと、もう痛ましくて見てらんないんですけど、あれは子育てを経験してる人にはどう見えるんでしょうねっていうのは、ちょっとよりストーリーの当事者に近い人に聞いてみたくなりました。ちょっと痛ましさに映画館で見ていながらちょっと耐えられなかったなっていうことで、も自分は一生人の親にはなれないんだなっていうことをこれからも何度も思い出さなきゃいけないなと思うんだけど、あと他にも何か言おうとしたんだけど、そうだ、
もう一個だけ、これだけはちょっと、リメイクするにとって、リメイクするっていう時には必要だったりもすんのかなと思うけど、なんでかなって思うのが、吹き替えで僕見たんですけどね、吹き替えがね、ところどころキャラクターが変わってるんですね。これがなかなか見てるときに違和感になってきまして、見ながらしばらく、あれジャンバの声、ちょっと待ってよ。この前俺が見たジャンバとちょっとだけ違う気がするぞ。同じになってるって気がしたけど、ちょっとだけ違う。これ誰だって思って半分ぐらいまでそれ考えながら見ちゃって、途中で、これシソンヌの長谷川さんっぽいなって気づけたんですけど、それ気づけるまでの間ちょっとストーリー見ながらも余計なこと考えちゃったりしたんで、そこはなんで変えられてるんだろうなっていうのを感じ、もしかして吹き替えのキャストの方亡くなったりするのかな、時間経ってるから。どうか調べもせずにそんな適当なこと言ってるけど、リロはブラッシュアップライフとかに出てた最近よく活躍してる子役の子でねはすげえうまかったし、あと今回割と主人公に近いぐらいの重要な扱いになってるリロのお姉ちゃんの何のキャストの人はなんか多分アイドルっていうか、なんかオーディション番組からデビューしたとかのなんか系統の人だったんだと思うんだけど、それは見てる途中全く違和感ないぐらいすごいうまかったりもしたんで、いいところも全然ありましたし、ただ普通になんかこのキャラが当ててる人はあんまだっていう人もいましたしそこら辺のバランスがね、だからそこら辺のこともやらないと、サプライズな感じのキャスティングもしないといけないっていうことだったんならば、せめても残すところとしてスティッチの声は山寺さんから動かさないで方がいいでしょうっていうのと、もう一人プリークリーを三谷裕二さんのままにしたっていうのは僕は大英断だなと思ったんで、これもやはり作る上でのこの条件はありきなんですっていうところがもし決まっちゃってるんだとしたら、その上でできることは 100% やれてるんじゃないかなとも思うんですよ。だからね、もういい加減結論をつけるとするならば、総じて映画としてのクオリティは多分高いっていうことだと思います。割とおすすめできるような映画なんだと思うんですよ。でこれから見に行くっていう方は理論のステッチ見たことないならば、とりあえず見に行くっていうのが割とおすすめなんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。なんか本当にぼやけた感想になっちゃったね。しかも時間をものすごく無駄に使って、でもいろんなスイッチある程度話したくはなったんで、本当はねプリークリーの話とか結構、プリークリー好きだなっていうのがあるんで、プリークリーとジャンパーの話とかしたくなるんですけれども、それはなんかどっかの機会で、まだテレビシリーズがこれから手つける分がいっぱいあるんで、すぐに全部見るってことはないでしょうが、いつか全部見たらその話もしようかなっていうふうにうっすら覚えておきます。それじゃあ参りましょう。週刊少年トランス。この動画は私セラピー100連発が大好きな週刊少年ジャンプを読んでぶっ飛んでしまう様子をお楽しみいただく自主制作ドキュメンタリーネットラジオです。今週はとにかく今週から新連載が4つも連続で始まるということなんでね、しかもその中の3つがスポーツ漫画ですよ。でもしかしたらエンバーズはもしかしたらそろそろあれなのかなっていう感じもあったりっていうね、エンバーズはもし終わるとしたらそのタイミングで改めて話をしようと思いますね。そろそろね、やっぱり俺もねスポーツ疎いからとか言ってないんでね、スポーツ漫画というものとねそろそろちょっと向き合ってみる必要があるかもしれないね。そういういい機会かなっていうことも感じています。というとね、新連載入れ替わりの時期ですよっていうのが、本編の、メインのトピックスになっているかなとも思うんですが、先週から引き続きで来週までだったかな、3週連続とかだったかな、ワンピースのシールの付録がたくさんついてくるんで、今週もやっぱね紙のジャンプがおすすめですよといったところです。それでは今週私が特にぶっ飛んだ作品を振り返ってまいります。今回は2025年29号表紙と関東からは新連載春風マウンド第1話真逆の双子ということでですね、ほの見える少年のコンビが久しぶりにジャンプ本誌で連載っていうことですね。前に1回読み切りが載って以来の本誌に登場と思うんですけども、その読み切りがこの春風マウンドというタイトルで同じく野球の漫画、でした。でちょっとね俺ね、今週は割と日付変わってすぐに読むことができたんですけれども、その後にツイッターで、アカウントによっておすすめされるのが違ったりするんでしょうか、僕はねトレンド入りしてたんですよ、おすすめのところに。で読んでからそのトレンドを見るっていう風にしてさ、他の人の感想を見ずにちゃんと本編先触れといてよかったなと思ったんですけど、結構なんか評判いい感じがしまして、わざわざその悪い評判を書かないかっていうところもありますが、でも本当に悪かったらそれも書かれるじゃんっていうところなんですが、割と新連載の第1話として結構なんか
好感触なのかな。ただまあそのツイッターで評判いいっていうのがね、ジャンプ本誌の中でね、どのぐらいそれってなんかプラスに働いていくだろうかっていう、そのある程度の傾向としてね、あったりはするんですけれども、意外とそういうところで評判いいやつが、本誌のそのアンケートでは苦戦したりとかっていうこともあるんで、どうなのかなとは思うんですが、でも確かに、そういう人たちの感想を見てると、僕もうなずけるっていうふうに思いました。で、なんで先に感想を見ずに自分で読んでよかったかなって思ったかっていうと、話が面白いポイントっていうのが明確にここっていうのがありましてですね、で読み進めてそこにたどり着くまで何もかも完璧かっていうとそうでもないんじゃないかなっていうふうに最初読んでる時読みながらの時にそこに行き当たるまでこれは面白そうな漫画だぞっていうところに行き当たるまでは、ぐらいの印象だったんですよね。そうでもないかね、ちょっとここはなんか説明的なセリフになってるかなとか思ったりとか、絵ももっと魅力的な絵の時あったよなっていうまま読み進めてる感じだったんで、そのことをちゃんと自分の中で正直に思える状態でいきなり読んでよかったなと思います。で、なんでこんなことを言えるかというと、その後にちゃんとおーってなったからでして、これはね、読んでもらうのが一番なんで、具体的なことは言わないようにしますが、野球ってこういう風にやるんですとか、そのルールの面白さとか、あとルール上というか競技の、性質上、体をこういう風に使うんです。で、体をこういう風に使うためには、人間の体ってこうなってるから、何も知らずに印象で捉えると、A だと思うかもしれませんが、実際には意外と B なんですよみたいなのを説得力ある説明で、紹介してくれるタイプの割とハウトゥー感強めの漫画になってるんですよね。で、それ用のキャラクターがね、読み切りの時から多分追加されてる。今回の連載にあたって。やっぱスポーツ漫画ってさ、そのスポーツ詳しくないとさ、正直、俺は全部のスポーツに全く詳しくない人間なんですけど、なんで勝つのかとか、なんですごいのかとか、もうちょっと詳しく言うと、なんでそんなに速い球がその時投げられたのかとか、なんでそんなに速い球なのにその時バッターは、ホームランにすることができたのかとかをある程度実際にスポーツの上で正しいかどうかは全然別でいいんだけど、ある程度読んでる時にへえそうなんだなるほどってうまく騙してくれるんでもいいから説明つけといてくんないと何も感じられないですよね。おおすげえともなかなか思う。絵の説得力だけでですね、そこって補えるものでも多分ないんだと思うんですよね。で、それがちゃんとあるっていう漫画がこの春風漫画、とりあえず第1話見た限りはそうで、しかもどうやらそういう系のなんか説明されたら、おおそうなんだ、そういうやり方があるんだって思えるような選手がこれから、もう用意してあって続々登場するらしいっていうことがもう第1話の時点で示されてるんで、そこが結構、その2点が結構ね、ツイッター見る限りでもね、褒められてたりしたところだったんで、確かに僕もそう思う。僕もそこが第一印象としていいなと思ったから、みんながそこいいなって思ってるってことは、結構ここからしばらく面白くなりそうってことじゃないっていうふうに思いました。やっぱ仲間集めとかもね、どうしてもね、時間かかるから、クーロンズボールゲームだっけね。面白くないわけじゃ全くなかったはずだけど、どうしてもね、話の仕組み上、時間かかっちゃうよなーっていうところがあったりしましたよね。で、絵の方に関しても、やっぱね、ほの見える少年の怪奇漫画を描いてたコンビのスポーツ漫画ですから、すごく爽やかな青春っぽい雰囲気だったんですけれども、ある程度話が盛り上がってきて、なるほどなるほどって引き込まれてきたあたりで、より主人公となる方の双子の兄の方ですねその投球フォームがかなりね不気味さを漂わせたいい絵になるんですよね。これ確か読み切りの時もあった気がするんだよな。ところどころその腕のしなりの感じでちょっと漫画じゃなきゃ出てこないよ。アニメでもあるかもしれないけど、だからむしろアニメの方があるのかな、漫画よりも。アニメだとほら有名なさナルトの嘘作画崩壊あるじゃん。本当はそれは作画崩壊じゃないんだよって大人になってから知るやつあるじゃん。サスケの首がぐにゃってなってるあれみたいな感じそれ有名？嘘みたいに体がぐにゃってなる感じでもそこもなんかやりすぎてふざけてるように見えたりはしない。全然ジャンプ本誌の、中にいて全然浮かないぐらいの誇張の加減になってるあたりとかはまたやっぱうまかったりもするなというふうに思いましたんで、僕はとりあえず第1話の限りは春風漫画相当好きなんで続いてほしいというふうに思いました。あと3つ新連載始まりますからね、何人が生き残るかなという感じはありますが、早く続きが見たいなというふうに思ってます。で、今週はね、春風マウンドとシドクラフトと、あと1個何か紹介する感じにしようかなって思って、チラッとだけセンターカラーっていうこともあるんで、キルアオの話をします。
キルアオ第105話一条スバルという、この今戦ってる生徒会、なんだっけ、主人公の大神くんがね、今生徒会長にならなきゃいけないっていうところで、生徒会に至るまでのいろんなところを順番に倒していかなきゃいけないっていうのが今あるんですけど、でまず認めてもらうために、なんでだっけ、厳密には何だったか忘れたけど、生徒会 VS 家庭科部で戦うことによって今サバゲーをしてるんですね。で、ボス同士で一騎打ちっていう風になってるんですけど、今週は何かっていうと、とにかくその生徒会長の一条スバルっていうのがどういう種類の敵キャラかっていうのが、これはねなかなか面白かったですよ。ジャンプの漫画でそういう設定のキャラクターを、設定というかそういう言葉による演出がついてるキャラクターっていう言い方にしておこうかな、のキャラクターを主人公とがっつり敵対する組織の一応この章のラスボスのキャラクターで出すかっていうので言うと、何気にフレッシュなんじゃないかな、ラスボス論というかね、ラスボスのトレンドの話僕ちょこちょこしますけれども、このキルアオ全体のラスボスではなくて、しかもこれまでの各章のラスボスの中では割と生徒会だから殺し屋ではないから平和なところっていうのがもしかしたら若干惜しいところかなっていう、がっつり本当に悪いやつとして敵っていうだけじゃなく悪役として登場するようなキャラクターがこの設定ついてたら、結構ジャンプでそれはなかなか面白いんじゃないっていう風な感じがしたんですけど、でも十分キルアオはね本当にねコロコロジャンル変わりながらね、それぞれの章でねなんだかんだで気づいたら盛り上がった時には面白かったりするから不思議な漫画なんですよね。一応その努力と才能の話で、中身言っちゃいますけど、その一条スバルっていうのは何の天才でもないけど、何やってもすぐにできるタイプではないけど、とにかく諦めなくて、その唯一の才能として、ほぼ寝なくて大丈夫なショートスリーパーっていう体質で、だから、全ての時間をとにかくもう努力に使いまくって、誰よりも努力しまくってるから、何やっても最後には一番うまいぐらいのところまで近づけちゃう人っていうことなんですね。ただそんなにできるってことは努力すればできるぐらいの才能があったろっていう話になるので、この努力と天才の問題に関しては、この週刊少年トランスでは暫定的な結論として、言ってもしょうがないことというふうに扱うことにしておりますので、なので別に割と才能に恵まれている主人公が今回の相手を、倒してしまったとしても、なんて残酷な話なんだっていうことにはならず、それも別にものの言いようで、主人公も努力してるしって言えるものだとは思うんですけれども、ただ努力キャラをねこの位置に置くかっていうのはなかなかジャンプの漫画としていいんじゃないかなというふうに思いました。なので今週はちょっとキルアオの話もしました。で最後にシドクラフトの最終推理ですよ。まさにね、最終話のタイトルがなんだっけファイナルケース名探偵の最終推理。いやなんかね読み心地としては非常に良かったですけどね、本当に古き良き型を大事に守った最終回のあり方みたいなのを、本当にこぼさずやっているという感じはしたんで良かったんですけど、話として割と1話完結に近いぐらいの感じだったんで、やっぱね終わらせやすい、綺麗に畳みやすい漫画が早めに畳まざるを得ないみたいな傾向はね、長寿もそうですしありますよねっていうので、そこちょっと割り食ったところもあるのかなと思うんですけどね。僕たちは勉強ができないが載ってた頃のジャンプって読んでた時もあったけど、まだちょっとその全部読むっていう風なモードにはなってない時期のうちに連載終わっちゃってたんで、だから全然どの話か知らないですよね。もうラブコメなのは間違いないですもんね。でシドクラフトの最終推理もとにかく本回はラブコメだったっていうことなんですよね。そうだからラブコメ書いてた作家さんがその要素も引き継ぎつつ、今度は推理漫画に挑戦っていうニュアンスのことではなかったんだっていうのが最初にはっきりと伝わっていれば、僕は知らずに読んだから僕弁の評判は聞いてるぐらいの感じで読み始めたら、もしかしたらちょっと違うジャンルの要素も挑戦するのかなぐらいの意識で読んじゃってたから、これもねやっぱねありますよね。最初にどういう種類の面白さなのかっていうのを提示して、そこからずれない、それと同じ種類の面白さを提供し続けられるっていうのもジャンプの中で続くために、これジャンプだけじゃないかもしれませんけど結構大事だったりするかなと思うので、何気に俺この漫画は本当にタイトルシドクラフトの最終推理っていうタイトルがちょっと違うだけでも、ここにちゃんとタイトルのところにラブコメの雰囲気、ロマンスの雰囲気のある言葉を入れといてくれるだけでも、ロゴがちょっと違うだけでももしかしたら運命違ったんじゃないかなっていうふうに思うぐらい、別に読んでて
面白くねえなこの漫画、何にも入ってこねえわっていう風に思うことは全然なかったですよ。まあもちろん自分に向けられてるジャンルの漫画ではなかったから、そんなに真剣に熱中して読み込んでるってわけではなかったけれども、でも全然主要なキャラの配置はほぼ把握しておけるぐらいには読みやすく仕上がってたし、なんかそういう種類のうまさは間違いなく、筒井大志先生ですよね、あると思うんで、またねジャンプでまた載ったら楽しみに読むだろうなとは思うんですけどね。あとはそのジャンル的に類似するのは、この漫画は本当は半分はラブコメなんですって割と作者の先生が言っているコナンですよね。コナンの場合はね、やっぱコナンみたいにラブコメも面白いけど、一個一個の推理の事件の部分もそれなりにミステリーとして楽しめたりしたら、それは生き残った可能性がもしかしたら強いかもなとも思うんですけど、正直別にミステリーの部分に関してそれだけで楽しめるほどの感じではなかったかもしれないっていうのは正直なところですね。だからその分でさ、今のジャンプだったらさ、結構なんか、一番わかりやすいのはドクターストーンのクラレさんとか、クラレ先生、何者だか知らないけどみたいなことでさ、あかね話だったら落語家の人が監修についてるとかさ、そういうなんか別ジャンルの要素を入れるときに外部で監修つけるとかっていうやり方したりしたら、なんかもっとうまくいったりするのかもとかも、なんていうことも今喋ってて思いつきました。何せ吹田先生、本当に文字通りに次回作を楽しみにお待ちしております。今週はじゃあちょっとね、ジャンプそのものはねこのぐらいにしておきます。今週のトランス、2025年29号のジャンプ掲載作品で一番ぶっ飛んでいたキャラクターを私の独断で決定いたします。今週あれだな、オープニングとかで今週読んだジャンプの漫画の中で、今週の1話分だとこれが一番僕は面白かったですよみたいな話してないね一応、何事もなければなんか今週はこれが一番面白かったのかなみたいなのを何気なく入れようと思ってるんですけど、また忘れてましたね。専用の時間を設けてないせいでどうしても忘れちゃうんですよね。今週普通にね、新連載の春風マウンドを僕一番印象に残って面白かったですよ。っていうのはワンピースとかぐら鉢が休みっていうのがあるんですけどね、かぐら鉢の代打で載った漫画もそこそこ面白かった感じはしましたけれどもね、ワンピースとかぐら鉢が載ってた状態で今週の春風マウンドの第1話だったらどのぐらい戦えたのかなっていう。でもなかなか悪くないんじゃないかな。そのワンピースとかぐら鉢がよほどなんかぶつけに来たような回とかじゃない限りはなかなか悪くなかったんじゃないかなっていうぐらいに、普通に第1話としてはとりあえず面白かったです。なんですが、今週一番ぶっ飛んでいたキャラクターはですね、せっかく今週紹介した漫画の中から紹介したからということですね、紹介した漫画の中から選びたいんで、一条すばるにしようと思います。名前ちゃんと認識したのは今週からですけども、これでも覚えられたかもしれない。今週のトランスは一条すばるです。春風マウンドも話数のカウントが普通ですね。4つも新連載始まるからちょっと変わった数え方の来てほしいなと思いながら、とりあえず今週は普通に数えます。週刊少年トランス第124話終わり。